長崎本線の諫早駅から出発する島原鉄道に乗って今日の宿雲仙を目指す。こちらは有明海の海。大村湾と同じくらい今日の有明海は穏やかだな。雲仙岳は主峰の普賢岳をはじめ20以上の山々からなる。その複雑な山容が島原半島の中心部にそびえる。お降りの際は前の方からお降りください。大きい3つの東と書いて大岬は柵も屋根もないから列車内からでもすっきりと海を見渡せるな。空と海の境界が曖昧で幻想的。マジックアワーの時に来ると千と千尋の神隠しに出てくる海原電鉄みたいになりそうだな。前のドアからお降りください。We will soon arrive at 島原船。島原船。お降りの方は左側です。お降りの際は前の方からお降りください。最後ホテル施設入所のご相談はお気軽にお尋ねください。終点島原港に到着。2008年3月まではさらに南の上総まで線路が伸びていた。確か20年くらい前に上総までキハ20で行ったっけ。あの時は夕方で雨が降ってたから景色がよく見えなかったんだよな。島原港の広い駐車場で友人の祐徳博と落ち合い、車で雲仙観光ホテルに連れて行ってもらう。標高700メートルまでくねくねと上がる国道57号線。最も高い平成新山が1483メートルだから半分くらいの高さ。バスなら島原駅から約40分か。おー、これだよこれ。温泉地の景色。大自然からの贈り物。そして昭和10年10月10日10時開業の老舗クラシックホテル雲仙観光ホテル。スイス謝礼様式であり木材の梁を見せるハーフティンバー、さらに日本家屋で見られる切妻屋根の和を融合した美しい建築。昭和13年ハンガリー文化施設イストラン・メゼイ博士が宿泊し、東洋的であり西洋的であり、しかも何ら不自然さがないと大絶賛したそう。雲仙の溶岩石が使われる外壁に囲まれた入り口を入った瞬間から憧れが実体験に変わる。この瞬間がたまらないんだよな。おー、なんと美しいロビーだろうか。客船をイメージしたデザインだそう。木の幹の丸い形が前面に出されているから素朴な山小屋風でもありつつ、繊細な装飾たちが上品で高貴な雰囲気を醸し出している。後で一つ一つゆっくり見て回ろう。竹中工務店が設計施工した最初のホテル。神戸のジェームス邸を手掛けた技巧派モダニズム相良敏夫の作品。1823年シーボルトが著書
日本の中で雲仙山を欧州に紹介。1890年、明治23年、大日本帝国憲法や第1回衆議院議員総選挙が実施され、日本の政治が大きく変わった年に、外国紙上海ノースチャイナデイリーニュースに雲仙が紹介され、外国人秘書客が増加。当時は日本郵船の日華連絡船、いわゆる上海航路に乗って長崎港までやってきたんだよな。昭和7年、外貨獲得のため外国人観光客を誘致。鉄道省国際観光局が主導して各地に外国人向けのいわゆる国策ホテルが建設される中、雲仙観光ホテルの建設が決定される。翌昭和8年、日本が国際連盟を脱退。日本の孤立が深まる。昭和9年、日本初の国立公園に指定される。昭和10年、雲仙観光ホテル開業。第二次世界大戦勃発の緊張が高まる中、皇族方が佐世保海軍、大村陸軍病院慰問のため宿泊。レトロな鍵を差し込み、手こずりながらも、いい音がするな。外国人サイズにしつらえた大きなドアを開けると、レトロだけど明るく清潔な部屋。昭和10年からあまり変わっていないんじゃないかな。窓を開けると緑の木々が眩しく、避暑地の山小屋にいることを実感するような、なんとも自由奔放な気分になる。そしてこの丸太を組み合わせた手すり。さすが国の威信をかけた政策。材料、リソースが惜しみなく投入されている。部屋にはいいデザインのバスタブもあるけど、ここは温泉。やっぱり湯船に浸かりたい。チェックインの時に予約した家族風呂に早速向かう。一人でも使うことができるからありがたいな。明るい時間帯から入る温泉はやっぱり最高だな。300年以上昔の人々と同じ気持ちになれたかな。いや、それ以上だよな。こんなに素晴らしい建築の中にいるのだから。昭和17年、海軍に徴用。終戦後は昭和25年まで進駐軍に接収される。米軍将校のレストハウスとして使用され、従業員も米軍に雇用された。90年近くこの地に立ち続け、今こうして自分が宿泊している。この時間が波乱万丈の歴史からそのまま流れてきていることが実感できるし、そのような体験ができる場所はあまり多くないと思う。今でも変わらず宿泊できることに感謝だな。ベッドに横になっていると、いつの間にか夕方か。
ちは第一小学校が担当しました。ダイニングルームに行ってみると、夕食の開始を知らせるドラの音が聞こえてくる。デザインといい、ドラといい、ロビーはやっぱり船をコンセプトにしているのかな。ダイニングルームも素晴らしい空間。創業時はダンスパーティーが開かれ、国内外在海人の交流の場となっていたそう。200畳もある広い空間で味わう夕食。雲仙フレンチは長崎県産の骨付きハムやマダイに牛肉、諫早産うなぎ、雲仙太陽卵などなど島原半島を中心に地元の食材が次々に出されてくる。ごちそうさまでした。創業当時のメニューはオイルサーディンのオードブル、コンソメスープ野菜入り、サーロインステーキデミグラスソース、レモンアイスクリーム。当時としては一般庶民には縁のないとてつもなく贅沢な食事だったんだろうな。様々な食材が簡単に手に入り、気軽に口にできる現代。歴史を紡いでこられた先人に感謝だな。